アニメ化。ジオンを震撼させた連邦の白い悪魔と呼ばれるガンダム。その存在は戦争を勝利に導くという一つの法則のようなものを作り出し、実際にさまざまなガンダムたちが以降も伝説を作り出していった。しかしその陰には知られざる呪いも存在する。そのターゲットは6番目のガンダムと2つの顔を持つ男。彼らは一体戦いの果てに何を見たのであろうか。ガンダム6号機マドロック&エイガー。型式番号 RX78-6。小説機動戦士ガンダムジオニックフロントが初出。ジオンが投入したモビルスーツという新たな兵器の存在により一度は大きく追い詰められた地球連邦軍。しかしガンダムをはじめとした連邦製のモビルスーツを完成させたことでジオンに占領された重要拠点を奪い返せるほどの大きな戦力を持てるようになったこの組織は、この機を逃さずに一気に勝利をつかもうとしていた。そのため連邦は実戦参加していなかった機体を再利用し、総合火力の高い新たなガンダムを完成させることになるのだが、それはガンダムにまつわる一つの不幸の始まりでもあった。そしてその当事者となるのがガンダム神話に愛されなかった機体ガンダム6号機コードネームマドロックとそのパイロットエイガーである。本機はジムを開発するための母体に使われていたガンダム6号機を改良し、アムロ・レイが乗っていた2号機のデータを反映した重攻撃型モビルスーツに仕上げた機体である。その特徴として背面には大型のバックパックが増設され、その左右にはキャノン砲が付けられている。また装甲もルナチタリウム合金製の重装甲になっているため破壊力と防御力は高くなっているが、その分かなり重量が重くなっている。そのためバックパックにパワーユニット、脚部にも可動式のスラスターなどを設置して推進機の強化を行っているのだが、これにより素早いホバー移動が可能になり、キャノンなどの武装の反動に耐えるバランス性能も良くなっている。一方で背面のパワーユニットが弱点にもなっており、損傷してしまうと稼働不能になるリスクも抱えている。武装に関しては中距離の威嚇用でおなじみの頭部 60mm バルカン砲に加え、収納場所が脚部のスラスターやキャノン砲付近にあるといった媒体によって諸説ある接近専用のビームサーベルが2本、続いて両前腕部にグレネードランチャーを4発ずつ搭載。バックパック左右には本機最大の火力武装かつ遠距離射撃が可能な 300mm キャノンを装備している。またこのキャノンは小説版ではビームキャノンというこの時代では画期的な武装だったのだが、十分な冷却機能を作れなかったがために実戦に投入された時は7割の力しか出せなかったという不遇の武装でもあった。ちなみにここまでの本機の設定は後から定められたものであり、最初はメカニックデザイン企画モビルスーツバリエーションにてジムの母体に使われた6番目のガンダムという文字設定のみの存在であった。しかし後に雑誌 SD クラブの連載企画にて回収版のデザインが作られ、最終的に現在のジオニックフロントの設定になったのである。時代とともに順調に進化を遂げてきた6号機であるが、本機のパイロットであるエイガーも媒体によって大きく印象が異なる人物であった。エイガーは本機のパイロットおよびモビルスーツ部隊の隊長に選ばれるくらいの地位はある人物だが、彼の描かれ方はゲーム版と小説版でかなり違っている。 PS2 版ジオニックフロントおよび PS3 版機動戦士ガンダムサイドストーリーズに収録されたリメイク版に登場した彼は自身が空回りしたリーダーとして描かれている。その戦いは主にジオンの特殊部隊である闇夜のフェンリル隊との戦いになるが、 PS2 版では最初はガンキャノンに登場し友軍を支援する戦闘に参加。リメイク版ではフェンリル隊の先行部隊を61式戦車で破壊していたことが語られており、その後は同じようにガンキャノンで戦い、最終的にどちらも6号機に乗り込むという流れになる。
特に彼のセリフには強い自信とジオンに対する怒りが込められており、彼は仲間たちに対して俺たちが来た以上ジオン野郎たちもこれまでだと自信満々に言い放つが、最終的に毎回敗北という見せ場に無縁な人物になっている。一方で PS2 版の1ヶ月前に発売された小説版のエイガーは実質連邦側の主役のようなポジションで、彼の語られていなかった一面を補完する場面が多々描かれており、ゲームでのイメージとは大きくかけ離れた計算高い巧みな戦術に長けたリーダーになっている。こちらでの彼は爆薬や策略の知識を多く持つ砲術戦闘のエキスパートで、敵の攻撃が届かない距離から確実に攻撃を当てて仕留めることで最小限の被害で勝利を勝ち取るという持論を持つかなり有能な戦略家であることも語られている。そのためジオンの地球降下作戦が始まった直後のニューギニア基地では、レールガンを駆使して地球に降下してきたザクを次々と撃破するといったモビルスーツを使わない戦いを難なくこなすほどの腕を見せており、脱出の際には自爆装置を使って後の闇夜のフェンリル隊の隊長であるゲラート・シュマイザーのザクワンに損傷を与えた上で、彼の視力に後遺症を残すほどのダメージを与えているなど、撤退戦の抜かりなさまで見せていたりする。その後も北米の基地に避難し、61式戦車3両でザクを仕留める理論を展開し、戦術として確立したことでジオンとの戦力差に絶望していた戦車隊が失った自信を取り戻させ、士気を大きく高めるという情熱まで持つ人物でもあった。しかしそう話がうまくいき続けることはなく、連邦がジオンに勝利するきっかけとなる11月のオデッサ作戦では、1000人の兵を持つ自走砲大隊の司令官として参加するが、連邦が勝利した一方でエイガーの部隊は壊滅する。その多くを担ったのは闇夜のフェンリル隊。戦況から生かされてしまったことで、怒りと彼らとの戦いの運命を確信した彼は本機の開発へ挑むことになり、ついに何度も刃を交えてきた闇夜のフェンリル隊にガンダムの力を見せることになる。襲いかかるガンダムの呪い。ここから舞台は一年戦争も終盤に差し掛かる。11月下旬のジオンによるジャブロー攻略戦から12月中旬に展開された連邦によるキャリフォルニアベース奪還作戦になり、エイガーは本機に乗り込んで辛い戦いを進んでいくことになる。こちらもゲームと小説では違いがあり、 PS2 版ではジャブロー攻略戦でエイガーは不完全な状態のガンダム6号機に乗り込み、フェンリル隊と対峙してあっさりやられる。続く最終決戦で完全版になるも、やられたことを理解できずに沈むというありさまであった。リメイク版ではジャブロー攻略戦はほぼ変わらず、最終決戦ではゲラート・シュマイザー専用ザクに開幕から背面のパワーユニットを撃たれ、最後は正面からヒートソードで切られ、完全に敗北というガンダムとしてはモブ級の不遇すぎる最後であった。一般的にエイガーに酷評が及ぶのはゲーム版の描写によるところが大きそうである。一方小説の展開では、ジャブロー戦ではエイガーがガンダム6号機に乗り込み、フェンリル隊と戦うところは同じだが、その時破壊されて炎上していた連邦の戦艦ブランリバルを背に戦ってしまったことが大打撃となり、その熱と機体の負荷でオーバーヒートを起こして戦闘不能になった。ただし幸運にもフェンリル隊は武器もない状態で撤退を急がないといけない状態だったため、見逃されて生き延びている。そこからも状況が好転することはなく、最終決戦ではやられた部下への思いもあって冷静さを欠くことになり、ゲラートのザクワンが撒いたスモークで主導権を奪われてしまい、そこからは反撃もできずにやられている。どの媒体でも共通することは、エイガーとガンダム6号機の戦いは性能が圧倒的であるために、普段はやらない無茶な戦い方を選んでしまうことになり、フェンリル隊への執着と焦りもあって、ガンダム神話の法則どころかその力をほとんど活かせなかった点である。もちろん相手である闇夜のフェンリル隊もかなりの精鋭であり、強敵であったことは間違いないが、もしエイガーが焦ることなく遠距離戦を駆使し
接近戦を避ける戦術を徹底していれば展開は変わっていたかもしれなかったなど、本機はガンダムという存在であるがゆえに、逆に家臣と油断という呪いに蝕まれた機体だったのであった。番外編、その後のエイガー。エイガーは敗北はしたものの、とどめは刺されなかったようで、その後の所在は小説版と漫画ガンダムレガシーで語られている。一年戦争終結直後にフェンリル隊は引き続き抵抗を続けていたのだが、その時戦いを終わらせる連邦側の交渉人としてフェンリル隊の元に向かったのが生き延びていたエイガーであった。ちなみに漫画の方ではそのエピソードがさらに詳しく語られている。またガンダムレガシーの別のエピソードによると、その後ティターンズに入隊し、かつてのガンダム5号機のパイロットであるフォルドロムフェローと共に行動しており、ジオン残党が起こしたジオン共和国を対象にしたテロ、シルバーランス作戦を止めるために活躍している。そしてその後は紆余曲折あってティターンズを除名され、彼にとっては適任と言うべきか苦難ありつつもモビルスーツ教官の道へと進んだようである。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。